あ、西川さん、こんにちは。はい、こんにちは。本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。すいません。7月の6日に撮影をしてるんですけど、しておりまして、その後、五葉松、今日また、今日は9月に入ったところで、だいぶ、手入れをしていただいてくれた後、だいぶこんだけ成長しております。これ西川さん、芽かきっていうか、なんつうか、芽切りですね。芽切りね。はい。芽切りをしていただいて7月にで、その後もうこれだけの葉数と芽がまた、こう成長過程に至るんですけども、こんな風になっちゃうもんですかっていうか、ちょっとおかしな話ですけども、素晴らしく成長しているんですけども、すごいですね。これで、7月にやってこんな風に葉っぱがなっちゃうもんなんですか？7月にやった時にはおそらく芽を切った後の撮影だったんじゃないかなと思うんですね。で、これ実際に芽を切ったのは5月の30日ですから、それからね、今、9月、今日は26日ですから、今の時点ではこれ5月に完全に黒松、赤松と同じように、新芽を切って外したのが5月の30日ですね。それが今は2番目が出て、今これ葉になった状態なんです。2番目が葉になった。要するに黒松と赤松と同じように2番目が葉になったんです。これはだから5月30日という時点で芽切りをかけたことによってこれが葉になったということです。これがもし6月へ入ってからやりますと、古葉のところに来年の新芽を持って成長がそこで止まってるんです。でも5月30日にやったおかげに黒松赤松と同じように2番目が葉になって来年の芽をまたここに持ってるわけなんですよ。で来年の芽もね、こうやってもう力強い芽が来てますからね、2番目の葉のところに来年の芽を持ったわけですからね、ちょっと早かったということがこういう結果を生んだわけですよね。だからその葉にならずに来年の新芽で止まっててもいいですし、このように葉になったからっつっても別に構わないわけなんですよ。だからこれは季節的にちょっと早くやったことで2番目の芽が心配になってしまったということですから、それは別にいいとか悪いとかじゃなくてね、そういう現象が今回起きたもんで、またここでちょっとね皆さんに見ていただければということで、今日やってるわけですよね。そうすると今度この後、もう今もう10月入るもう一歩手前なんですけども、そうすると西川さん、この後というのは、またこれで、多少こうちょっとこう剪定なりなんかこうハサミ入れるところというのはあるんでしょうか？そうですね、ほぼね芽ほとんど持ってますからね、ちょっともう芽数の多いところとか例えばこの枝で言いますとね、これがちょっと長いんですよね、ここね。でここにこの枝ももう葉になって芽持ってるんですよ。でここに2つ持ってるんですよ。1つじゃなくて2つここに芽持ってるんですよ。そうしますとこの長い枝を取ることによって木が小さくなるんですね、こうやってやると。だから今回そういう作業をこれからね場所によってできますんで、ちょっとねやってみようかなということで、ちょっとやってみますね。芽を切っても吹いたから全部そのまんまにしとくという意味じゃなくて、やはりこうやってちょっと伸びちゃってる枝はね、せっかく奥に芽が来てますから、それを利用して取ってしまう。長い枝を取ってしまえば木が小さくなりますよね。そうするとやはりこの小さな木を維持していくには非常に有効的ですから、まずこれが長いんですよね。もう6センチぐらいありますね。だからこれをもう切ってしまうことでこれが小さくなりますよね。でこっちの方ももう枝数が多くなって芽数がありますから、やはりこっちの方もここでもう必要のない枝ができてきてますんで、こういうのは取っていくといいんですよね。それがどんどん小さくなって、でやはりここの奥に2つ3つ芽持ってますから、ここなんかもこの先端とこの奥にも芽持ってますからね、だからそれを利用しようと思えばやはりもう一つこれも取れるわけなんですよね。随分
ん小さくなりながらこれが来年からできてきますから、目で止まってる場合には今やるんじゃなくて来年の春行ってからやった方がいいかと思いますね。映像で見てもらうとこの弱い枝なんですけれども、こんなところもう来年の芽持ってますからね。だからこれは不思議なんですね。やっぱり葉数が少ないところに芽持つんですね、こうやって見ますとね。となると葉っぱが少ない方が芽の出る確率は増えるってことですね。そうですね。やはり古葉を多く残すと古葉で息しちゃって芽持たないで枯れちゃうんですよね。その年は葉っぱがついてますけど、はい、芽を持たないということは来年の春枯れるということですからね。こういうふうにね、いっぱいこう芽が出て葉っぱがね、こう賑やかになっちゃってますから、まあこういうところはもう余分なところは抜いてあげないと、また日陰になりますと芽がね弱くなりますからね。古葉はもうそんなについてませんからね、まあ、ちょっと見苦しい葉っぱやなんか取ってあげた方がいいですけどね、まあこれだけ、まあ、幅が少なければ、まあ、日陰になって枯れるとか芽が出ないってことはないですからいいんですけども、まあ、多少ちょっと鬱陶しいなと思うようなところは抜いてあげた方がいいかなと思って今抜いてますけどね。すごく奥へ芽持ってますよね、やっぱり。鉢の大きさ深さ一切関係ないですから、ね、ただ木にどのぐらいの力があるかという、これはねしっかり把握してないとダメですからね。力のない木にやってもやっぱり出ないことはないですよ。やっぱり私やって出てはいますけれども、やっぱりちょっとかわいそうな部分ありますから、やはりやるときには力のある状態にしとくということが、条件になりますね、やはりね。健康であることが優先というか、そこが基本ですよという。そうです、それが必要なことですよね。だからこの辺の枝なんかももうね立ち上がり見えなくなりますからね、やはりもういらないんですね、これもね。こう立ち上がりが見えてきてね、でやはりちょっとこう枝をね配置してあげるとバランス取れて、形になっていくわけなんですよね。なるべく今の現状を維持したい、そのためにこういう芽を切るという作業をやってるわけですよね。今のそのおっしゃってることができるようになると、はい、この小品とか、はい、中品盆栽というのは非常にその大きくならないで、常にコンパクトな姿形でいられるよということですよね。そうですそうです。そういうことです。はい、大きくすることは、いつでもなりますから。そうですね。でもやはり盆栽というものはね、今のいい状態を、その木に合った最高の状態を維持したいわけですから、そのためにはやはりこういう作業ができることによってやっていけるんじゃないですかね。私も最初から出ないと思ってはいなかったんですよね。やはり昔もう50年以上も前から御用の芽切りはしてますから、ただその時のやり方っていうのはまあ実験的にやったっていうか、まあ黒松赤松出るんだから御用だってやれば出るでしょうという、そういうことでやったわけなんですよ。今はほぼ 100% 近い、まあ100と言ってもいいでしょうね、いうくらいの芽切りをした後に御用松の芽を持たせることはできます。ただやはり出るところと出ないところがあるんですよね。だからそれがやはりそういうことがこう伝わっていって御用松芽切りが出なくなっちゃうよということにつながっていったのかなっていうようなこともね考えられるわけなんですけれども、まあうちへ来られてるお客さんの中にもやはりその芽を切れば枯れちゃうよって聞いてたけれども、的確な指導をしてあげますから言った通りやってください、数出ますよということでやったらやはり出ましたね。だからお客さんも言われたことを守れば出るんだねっていうから、いや言われたことだけやってくださいと、そこでこんなことすればどうなのかななんていうようなね、なんか冒険じみたことをやられてしまうとまたちょっとおかしくなりますから、言ったことだけやってくださいって言ったらやっぱり 100% 出ましたっていう答えもお客さんから出てますからね。で生き物ですから、思った通りに動いてくれないんですよやっぱり。でもなるべく動いてもらいたいから動いてもらうにはどうすればいいかってことを考えたり実験したりして、覚えてきてますからね。だからこれは大きな木でも小さな木でも御用松は芽を切れば必ず出ますから、今回やったのは偶然出たわけでは何でもないですからね、これはね。これ今古葉っていうのはついてるわけですよね、芽切りした時に。これ去年の葉っぱついてますよ。
だって去年の花かったら芽出ないから風呂葉があって芽出すわけですからね。ただ去年の風呂に秋取ればいいよ。だからこれはもう、今年はこのままですよ、取らないですよ。この古っ葉が取れるのは来年の新葉が開いて袴が落ちた時点で自然に落ちていくと思います。だから来年の6月頃ですね、袴が落ちるのはね、その時点で今年残してある古葉が来年落ちるということでいいんじゃないですかね。ただ古葉を多く残すと芽が吹きにくくなるもんで、古葉を減らして芽を切っているということですよね。一枝に3つも4つも芽が持ちますよね。はい、持ちますよね。すごいですよね。すごいですね。本当にいっぱい持ってますから。これそっくり枝葉にしちゃったら今度はもうすごいですよね。また枝が今度は余分に太っちゃうんですよね。そういうところのほぐし方っていうのは強い芽を取るんですか。強い枝の弱い芽を残して、弱い枝の大きな強い芽を残すということです。そこですよね。逆なんですよね。そうですね。強い枝の強い芽残しちゃダメです。強い枝の弱い芽を残すんですよ。これって西川さん、基本的というか植物上上にこう天の方が強くなって、下の芽っていうのはやっぱりどうしても弱くなるのはそういう性質ですか。管理でしょうね。やっぱりそこですか。やはりもうよく日に当たる場所に置いてあげるということも基本的に大事ですね。それで今お話出ましたからお客さんにもよくそういうことで下枝が弱っちゃうと、で芽の持ちも悪いということで相談を受けたりする時があるんですが、その時には一つの方法としては鉢をかしげて枝を上に向けてあげると。これで随分木に力がかかってきますから、下がってるから弱いんです。上げてあげると木にちゃんと上向いてこうやってあげると力ついてきますから、こうやって下にあるから弱いですよね。上げてあれば上向くから力つくんですよ。そういうもんです。だからお客さんにもそういう説明をしてあげたことによって、斜めの台を作って、板を作って、でこうやってここで落ちないようにしてこうやってやって管理してる方いますよ。いらっしゃるんです。いますよ。やっぱ元気になりますよ。そうなんですか。そうです。それともう一つの方法は、そういうことをもう一つの方法は下へ銀河に引いてあげる。この下反射して光が入りますから、下で元気になってきます。これ2つありますからやり方が。これは長野でいうとリンゴ農家の方がね、色づきさせるために下へリンゴ畑の枝の下に銀紙を引くんですよね。それで反射して色をつける、こういうこともやってるわけです。だから理論的には同じですから、だからそんなこともね考えてやっていただければ、この下枝を元気にする方法ってありますから。ちょっと話がいろいろですけども、じゃあまるで吹き流しではなくて県外のものもそういったことをしてあげるといいですね。随分違いますよ。違いますよ。違いますよ。それはいいですね。中にはね、そういうことできないからって言ってこの県外枝にね水苔をここへ巻いて、それで水分を維持させて元気にしようっていう考え方もあるようですね。そういうことも私も見てますし、私もやったことありますけどね。だからこうだっていうその一つの考えじゃなくて、いろいろ工夫してみる。やっぱり頭が強いんだから、じゃあ頭が強いってどういうことって下が弱いんだよね、じゃあ起こしてあげれば上行くでしょって考えればそういうことなんですよ、理屈は。だから水やるときは正常にやってあげて、またもう起こすということですよ。なんか勘違いされちゃうところもあるんで、いろいろ取り方がね見せる方って思っちゃいますから。そうですね。こうなっても水をやるとか戻してやるって話ですよね。だからそういうことはだからね、臨機応変にやっていくってことですね。非常にねちょっと気がつきにくいんでしょうね、そういうことってね。言われてしまえばなるほどってことになるんですけどね。ちょっと手を入れていただいただけで、こんなに変わってしまいまして、またこの後いろいろまたね家庭が楽しみな木ですけど、そうですね、楽しめますね。はい、ありがとうございます。どうもよろしくお願いします。ありがとうございました。